今日は豚肉ポトフを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、豚肉ポトフを作っていきたいと思います。以前私のチャンネルでもね、何回かポトフはご紹介してるんですが、今回はですね、豚肉がゴロッと入った旨味たっぷりな美味しいポトフレシピをご紹介していきます。味付けに関しましては、めんつゆを使うのですごく簡単に作ることができます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントもありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめに具材の材料をご紹介します。材料はこちらです。豚バラブロック、キャベツ、玉ねぎ、人参、じゃがいも、ブロッコリー。今回はこちらの材料を使っていきます。まずですね、お肉なんですが、今回は豚バラブロックを使っていきます。こちらね、お好みで豚バラのね、ロース部分を使っていただいても OK です。こちらはお好みのものを使ってください。豚肉の脂の旨味も加わって、さらにね、柔らかさも出るので、おすすめは豚バラです。その他はキャベツ、玉ねぎ、人参、じゃがいも、ブロッコリー。こちらベーシックなものを使っていきます。お好みでセロリを入れていただいても美味しく召し上がっていただけます。このお野菜に関しましても、お好みのものを入れていただいて OK です。それでは続いて残りの材料をご紹介します。材料はこちらです。めんつゆ、料理酒、蜂蜜、顆粒コンソメ、オリーブオイル、にんにく、ローリエ、お水、塩コショウ。こちらの材料を使っていきます。まず味付けなんですが、今回は手軽にめんつゆを使って作っていきます。こちら2倍濃縮のめんつゆになります。めんつゆはね、3倍濃縮、4倍濃縮といろいろあると思いますので、こちらの量はね、お好みで調整してみてください。そして味付けのポイントは蜂蜜です。少し蜂蜜のコクを加えることで、とても味わい深いポトフに仕上がります。もし蜂蜜がダメな場合は、お砂糖で代用してみてください。そしてローリエに関しましては、こちらね、ハーブの香り付けなので、ない場合は入れなくても OK です。入れていただくことで、より本格的な味に仕上がります。ということで、早速作っていきたいと思います。それでは早速作っていきます。まずはじめにお肉から切っていきます。豚バラはですね、まずね、だいたい6センチ幅ぐらいで3等分にします。こんな感じに3等分にします。そしたら続いてこちらを半分に切ります。煮込んでいくとちょっとちっちゃくなるので、少し大きめに切っていただくといいかなと思います。ではこちらも半分に切ります。はい、このように切ってください。そしたらここに塩コショウを振ります。そして軽くね、下味をつけておいてください。こちらは大体で大丈夫です。ざっとね、つけましょう。はい、お肉の準備はこれで OK です。そしたらこちらのお肉はですね、このまま室温の状態で置いておいてください。それでは続いてお野菜を切っていきます。まずキャベツですね。キャベツはこの根元部分のちょっと乾燥してる部分をまず薄く切り落としてください。今回は4等分にしていきたいと思います。まず半分に切ります。そしてさらに半分に切りましょう。ちょっとね、切りにくいので手を怪我しないようにね、注意しましょう。はい、このように芯をつけた状態で4等分にします。そしたらですね、一度さっと水洗いします。はい、キャベツはね、水で洗ってこのように水気を切っておいてください。続いて人参です。まず上の部分を切り落としてください。そして皮を剥きましょう。そして先端を少し切り落とします。そして人参を半分に切ります。あとはこちらを4等分にしていきます。はい、人参はね、このように切っておきます。今回食べ応えがあるようにね、こんな感じで切ったんですが、こちら乱切りなどにしていただいても OK です。それでは続いてじゃがいもです。こちらも皮を剥きましょう。ちなみに今回じゃがいもはね、メークインを使ってます。こちらはお好みの品種を使っていただいても OK です。ただメークインの場合はね、煮崩れしにくいので、ポトフなどを作るときはメークインがおすすめです。あとはね、芽がある場合はこちらは必ず取り除いてください。ではもう1個もね、同じように皮を剥いていきます。はい、で皮を剥いたらこちらをちょっと大きめの一口サイズに切っていきます。
じゃがいもの大きさに合わせて4等分または2等分に切ってください。今回はね、大きいじゃがいもは4等分、小さめのねじゃがいもは2等分にしてあります。そしたらこちらのじゃがいもはボウルに水を張って、このままねだいたい5分から10分ぐらいですね、水にさらしておいてください。それでは続いて玉ねぎです。玉ねぎはまず半分に切ります。そしてまた半分に切って、さらに半分に切ります。はい、でこのようにくし切りにしてください。こちらも同じように半分に切ってまた半分に切ります。玉ねぎはこのように芯をつけた状態でくし切りにしてください。では続いてにんにくです。にんにくはねスライスします。だいたい5ミリ幅ぐらいでね、少し太めの薄切りにしてください。はい、で薄切りにしたらですね、こちら真ん中の芽を取り除きましょう。こちらはえぐみの原因だったり、あとは焦げやすい部分になるので、必ずね取り除いてください。はい、にんにくはこれで OK です。そしたらね、こちらのじゃがいもも5分10分経ったので、こちら一度水を切ります。はい、そしてペーパーでね水分を拭き取っておいてください。じゃがいもはこれで OK です。それでは続いてブロッコリーですね。ブロッコリーはこのように水にさらして、そして10分ぐらいねこのままさらしておいてください。こうやってねちょっと浮いてくると思うので、上にね何かお皿などをね置いといてください。そしたらね、今からお肉を焼いていきます。最初にお肉に焼き色をつけることで、旨味をねギュッと閉じ込めることができます。少しね深めのフライパンか、またはお鍋を用意してください。そしたらここにまずオリーブオイルですね。そしてニンニクを加えます。ニンニクを入れたら火にかけましょう。火加減は中火です。このままニンニクの香りが出るまで一度加熱してください。お肉はね一度ちょっと多めの油で焼いていただくことで、余分な油をね取り除くことができて、臭みもなくなります。このようにねニンニクの香りがしてきたら、ここにお肉を並べましょう。結構ね油跳ねする時もあるので、やけどしないようにね注意してください。まず脂身の部分をね下にして焼いてください。まずねこのまま火加減中火で焼き色がつくまで焼いていきます。ニンニクはねちょっと焦げそうになったら取り出してください。はい、今ね3分ほど焼きました。いい感じにこのぐらいですね。色づいてきたら、まだ焼いてない面を下にしてください。こうやってね焼く面を変えると油跳ねしやすくなるので注意してください。ちょっとね換気扇回します。このまま焼き色がつくまでまた焼いてください。見ていただくと分かると思うんですが、さっきよりもねかなり油が増えてきてます。このようにオリーブオイルや油で焼いていただくと、しっかりね油を出すことができます。あとはだいたい1分ずつぐらいね焼いてみてください。このように焼き色がついた部分から裏返します。はい、OK です。全体に焼き色がついたら一旦火を止めてください。最初は大さじ1杯の油だったんですが、このようにね余分な油がたくさん出てきます。キッチンペーパーで拭いていただいてもいいんですが、結構ね量が多いので、こちらね一回お肉を取り出して、こちらの油は一度ね取り出してください。こちら野菜炒めなどにね使っていただいてもいいかなと思います。これでねちょっと油を残した状態にしておきます。そしたらこの中にお肉を戻し入れてください。そしてここにお水を入れます。そして火にかけます。火加減中火です。一度このまま沸騰させてください。お肉の表面が乾かないように、途中でね時折このように裏返しながらね加熱してください。はい、沸騰しました。沸騰したら火加減弱火にします。そして上に落とし蓋を置いてください。今回アルミホイルを使って落とし蓋をします。はい、そして蓋をしてこのまま弱火で30分煮込んでいきます。そうすることでお肉がとても柔らかい食感に仕上がります。はい、30分経ちました。蓋を開けます。そしたらね落とし蓋を外してください。今ねこのような状態です。そしたらですね、続いてここに人参を入れてください。続いてここに玉ねぎも入れてください。入れる時にねやけどには注意しましょう。
加えたら続いてこちら取り出しておいたニンニクも戻し入れてください。続いてローリエも入れます。続いてここに料理酒を加えます。そして火加減中火にしてください。このまま一度沸騰させます。はい、沸騰しました。沸騰したらまた落とし蓋をしてください。そして蓋をします。蓋をしたら火加減は弱火です。このまま10分煮込んでください。はい、今10分経ちました。蓋を開けます。そして一度落とし蓋を外してください。でね、玉ねぎにもね火が通った状態になってます。そしたら続いてここにじゃがいもを入れます。できるだけね下の方に入れてください。続いてここにキャベツも入れましょう。キャベツで多いイメージですね。はい、このようにキャベツで覆ってください。そしたらもう一度蓋をします。今度はアルミホイルなしで OK です。そしてこのまま弱火で15分煮込んでいきます。はい、15分経ちました。蓋を開けます。そしてこのようにねしっかりキャベツにも火が通ってれば OK です。あとはねじゃがいももチェックしてください。じゃがいもは竹串を刺して、そしてスッとね火が通ってれば OK です。もしねまだじゃがいもが硬い場合はもう少し煮込んでみてください。そしたら一度スープをねキャベツの上にかけてください。ここでちょっとね水分が足りないなと思ったらお水を追加していただいて大丈夫です。そしたら最後ね仕上げていきます。ここにめんつゆ、そしてコンソメ、あとは蜂蜜を入れてください。そしてねスープをかけながら全体をねなじませてください。ちょっとコンソメが塊になりやすいので塊にならないように注意してください。このように押さえつけながらしていただくと馴染みやすいと思います。そしてスープ全体が馴染んだら最後ブロッコリーを入れてください。ブロッコリーはねずっと煮込んでると色味が悪くなるので最後仕上げで入れてください。入れたらまた蓋をしてこのまま3分ほど煮込んでください。火加減は弱火です。はい、3分経ちました。蓋を開けます。これでブロッコリーに火が通ってれば OK です。まだちょっと足りない時は5分ほどね煮込んでいただいても大丈夫です。このようにね野菜とお肉の旨味がたっぷり出て美味しそうな仕上がりになってます。それではね器に盛りたいと思います。はい、これで豚肉ポトフの完成です。こんな感じに仕上がりました。お肉はねこのようにプルップルでとても柔らかい仕上がりになってます。野菜にもねしっかり火が通って柔らかい食感に仕上がってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではねまずスープからいただきたいと思います。いただきます。美味しい。野菜とお肉の旨味がギュッと濃縮されててすごく美味しいです。では続いてお肉もいただきたいと思います。いただきます。美味しい。お肉がねホロホロですごく柔らかいです。あとお肉のね甘みも引き立ってますね。じゃあ野菜は代表でキャベツをいただきたいと思います。いただきます。キャベツにもしっかり旨みが染み込んでてすごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回の豚肉ポトフのポイントです。まずお肉なんですが今回は豚バラブロックを使ってます。厚切りのロース肉などを使っていただいてもいいんですがおすすめはね豚バラブロックになります。豚バラブロックはね脂がしっかりしているのでその分旨味が出やすいのとあと柔らかい食感に仕上がりやすくなります。まずお肉なんですが食べやすい大きさに切ってください。今回全体でねだいたい3人前から4人前なんですけれども4人分の時は8等分、3人分の時は6等分ぐらいにしていただくといいかなと思います。こちらはね目安にしてみてください。そしてお肉なんですが切った後は一度焼いてください。全体にね焼き色をつけていただくことでお肉の旨味をギュッと閉じ込めることができます。さらにオリーブオイルで焼いていただくことでお肉の余分な油を外に出すことができます。なので仕上がりがギトギトせずにとても美味しく仕上がります。そして焼いた後はですね余分な油を取ってその後お水でしっかり
り煮込んでください。一度お水で煮込んでいただくことでお肉はねすごく柔らかい食感に仕上がります。調味料をね入れた状態で煮込んでしまうとちょっとね硬い状態になってしまいますので、最初は必ずお水だけでしっかり煮込んでください。そしてその後はですね、最初に人参と玉ねぎを加えて煮込みます。玉ねぎはねトロトロの方が美味しいと思うので最初に入れてください。人参に関しましては火が通りにくいので最初に加えて一度煮込んでください。キャベツに関しましてはすぐ火が通るので後から入れていただいて大丈夫です。じゃがいもに関しましても人参と同じタイミングで煮込んでしまうと結構ね煮崩れしてしまいますので、キャベツと同じタイミングで煮込んでください。そしてブロッコリーなんですけれども、こちらはですね煮込みすぎてしまうと色味がね悪くなってしまいますので、ブロッコリーは一番最後に加えるようにしてください。そして味付けのポイントなんですが、今回蜂蜜を加えてコクを出してます。蜂蜜のコクが加わることでとても味わい深いポトフに仕上がります。もし蜂蜜がダメな場合はこちらはお砂糖で代用してみてください。そして今回めんつゆを使ってね味をつけてるんですけれども、めんつゆもね2倍濃縮3倍濃縮などねいろいろあると思いますので、こちらの量に関しましては味を見ながら調整していただけたらと思います。もしね味が濃くなってしまった場合はお水を入れて薄めていただけたらと思います。あとはねブロッコリーに火が通れば完成なので、様子を見ながらね最後の加熱時間は調整してください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日は豚肉ポトフを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。